Peggy 16. 皆さんこんにちは、カプコン辻本です。エグゼクティブディレクター、アートディレクターをしている藤岡要です。はい、ディレクターの市原です。よろしくお願いします。はい、ではまずこちらの映像をご覧ください。Hunters, your attention. So what we're up against isn't a monster. It's actually history. Weapons from its last stand are still on site. We knew the stakes and battled hard, but were ultimately outmatched. It's the Commission! They're finally here! We'll buy everyone some time to escape! Hang on. No way!はい、というわけでですね、今回のアップデートでなんといよいよミラボレアスが、追加されますということで、このミラボレアスの話また後で、させていただきたいと思いますので、その他の、情報も、皆様にお伝えしたいと思っておりますので、ぜひ最後まで見てください。はい、じゃあまずはですねこのミラボレアスの、そのデザインであったりとかちょっと設定とかっていうのがちょっと紹介したいと思います。はい、初代モンスターハンターの時に、オンライン上でしか出ないモンスターっていうことで伝説的なモンスターという扱いでその黒竜っていう名前だけでこう語り継がれたりどんな存在かみんなわからないぼやっとしたものっていうのが突如現れるみたいな、そういった感じでこうオンライン上でもこうちょっとイベント的に、ある一つ現れるみたいなモンスターですね。はい、それを今度はワールド仕様としてよりチャレンジャーブルなモンスターとして再設計したといった感じですね。ということはもちろん強いんですね。一言で言うとね、もちろん、そちらのもちろん強いです。特徴何かあれば、まず気になるところフィールドかなと思うんですけど、ミラボレアスといえばっていう場所、シュレイド城を今回アイスボーンのクオリティで再現いたしましたので、その辺も期待していただきたいのと、シュレイド城といえば、激流走だったりとか大砲だったりとか、ギミックを駆使した、戦闘っていうのも楽しめるかなと思ってます。そしてなんと、このタイミングに来て新たな NPC が登場しますと今回、シュレイド城にミラボレアスが出るかもってなるとやっぱりこうギルド総出の大きなミッションのリーダーとして将軍っていう新たな、ギルドからの使者というのが来て、この、新大陸の調査団に、ちょっと手伝ってくれといった感じの依頼がかかると、ギルドのねそのちょっと偉い人です。あとその陽気な推薦組っていうのがいるじゃないですか。モンスターハンター4の時のヒットルーキーなんですね。ヒットルーキーって言われてた頃の、陽気な推薦組のお話が少しこうね、絡んでくるような演出があったりとかして、そういうのもちょっと楽しみにしてもらえたらなって感じですね。モンスターが出るっていうことは、もちろん装備の方もですね出ますと、ミラボレアスといえばもうこのデザインっていうのがもう過去シリーズからあってドラゴンシリーズっていうんですけどモンスターハンターワールドのクオリティでしっかりと、仕上げておりますのでちょっと楽しみにしといてもらいたいですね。あと音も、これはちゃんと説明しといた方がいいと思いますよこれはミラボレアスフェイクみたいなものでさらに武器がですねハンターが納刀するとこう乗られてる状態みたいなぜひ作ってみてほしいですね。そして、皆さんも気になると思います。性能の方はどんな感じになってますか？スキルの方にまたちょっと特殊なものをご用意しています。かなり強大な相手を討伐することになるので、その報酬として、シリーズスキルで全極意が、ここまでですかねもちろんスキルはね積んでいっていただかないといけないですけどさまざまなモンスターの極意があったと思うんですが生態系の頂点そうですね楽しみにしておいてください。
次ですね、システム関連のアップデートに関して皆様にお伝えします。まずはですね、今回新たに追加になる、スキルがございますので、そちらの方の情報になります。クラッチクローっていう新しいアクションが、アイスボーンに加わったんですけど、しがみついた状態からの武器攻撃で、ちょっとその役割が違う武器種に分けてたんですよ。それを、両方使える新しいスキル、例えば片手剣とかだったらスリンガーの弾を落とすけど、肉質を軟化させるのに2回攻撃が必要だったのが1回になる、かつ、スリンガーの弾も落とします。ビルドした後に隙間があったら入れ込みたいなっていうようなスキルになってくるかなと。そしてですね、重ね着装備、こちらの方がですねいよいよ、全開放されることになりますので、皆さん本当にお好きな重ね着を着ていただくことが可能になります。はい、他にもですね、いつも通りなんですけど、マカ錬金可能なアイテムが追加されたりとか、あとマカ錬金で制作できる装飾品の方も拡張いたします。5石の強化だったりとかも予定しております。そしてですね、その他のアップデートの概要をまとめたものがこちらになります。次はですね、最近毎回お遊び心満載のチャームこちらも追加されまして、今回もいろんなチャームがありますね。この辺はデザイナー趣味ですからね。そうですね、バラエティ豊かにありますよと。そして、家具、こちらの方も追加されるものがございますと。チャームが可愛かったりしたので、ちょっと家具とかにも置いてみたいなっていうところで置かせてもらってたりとかします。あとでっかい頭骨が部屋の印象を変える骨とかも用意してますんで、お好きな家を作っていただけたらと思います。次はですね、10月に予定しております、祭りイベント、こちらの方のご紹介したいと思います。今回はちょっとホラーチックというかお化け屋敷っぽい、感じで、お供の装備であったり、あと受付嬢の衣装だったりっていうのも、そういうのにすごく、マッチするデザインとなっておりますんで、なかなか遊び心のあるデザインに仕上がってますんで、ぜひ、楽しみにしていただけたらなと思います。また雪だるまのデザインとかも変わってるので、遊んでみてください。現在ですね、このタイトルアップデート第5弾に向けてですね、過去に配信した、祭りのイベントを再配信してますので、この機会にそちらも遊んでいただいて、このミラボレアスに挑んでいただけたらと思いますね。あとですね、アップデートの3週間前から1クエずつ各1週間、新しいまたイベントクエストをご用意してまして、兵器置き場っていうフィールド、イベルカーナーに襲われた場所、あそこでちょっとなんかモンスター狩ろうかなみたいなクエストを用意してますんで、ちょっと普段とは違う遊び方ができるクエストになってると思いますので、ご期待ください。今回はですね、ワールドの時の、ディレクターの徳田を呼んでおりますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。徳田くんです。お久しぶりです。モンスターハンターワールドディレクターの徳田です。モンスターハンターワールドから、数えますとですね、2018年の1月の、26日に、ワールドの方がですね発売されまして、そこからですねワールドの方でも、アップデート何回かさせていただきまして、そして、アイスボーン発売からだいたいもう1年ですね。1年ぐらい経ちまして、今回のですね、無料の、大型アップデートがですね、最後となっておりますので、皆様にそちらの方をお伝えしたいと思っております。もちろんですね、まだイベントクエストとか、当然続いていきますので、まだまだ、アイスボーンを遊んでいただきたいんですが、ここでちょっと振り返ってみましょうかと。せっかくなのでね、最後ですね。徳田なんか久々やね。本当にワールドでアップデートしたやつも実はまだ遊んでへんっていう人もいるかもわからないんで、いろんなね
コラボとかもあったしね。そうですね、他社のこう有名なタイトルとも、コラボさせてもらって、なかなかちょっと特殊な遊びも入れさせていただいて、難易度的にちょっと難しい部分もあったかもしれないですけど、ユーザーの方結構うまく攻略していただけたのかなという感じはしてましたけども、開発同士のやり取りも結構新鮮でしたね。すごく僕たちもノウハウとしては助かりましたね。で市原、はい、アイスボーンリリースした時もね、この無料のタイトルアップデート、はい、大体1年ぐらいはやりたいなって話をしてて、本当にこう1年経ちましたが。そうですね、今思い起こすと、今徳田さんが話されたような部分を僕は家でねプレイヤーとして遊びながら会社に来たらまたアイスボーンの方を作るみたいな、もう一日中モンハン漬けの生活を続けてきましたけど、はい、1年振り返っていろいろアップデートかけてきましたけど、本当にユーザーの皆さんに遊んでいただけることが嬉しくて、やっぱファンの方がね、ずっと支えてくれてるっていう感じはやっぱり、都度感じてよかったですね。今日ご紹介したミラボレアスもアイスボーンの企画始めた時とかって確定じゃなかったもんね。確定じゃなくて15周年、去年かなやって、でやっぱりもうミラボレアス解禁しましょうになって、そしたらやっぱこう古いものをいろいろ出してくると、やっぱもう当時のものだから、なかなか今使いづらかったりしてて、CG で何かするにしても。だから一応15周年用にミラボレアスちゃんと CG 作ろうってなったら、すごいバズりましてそれが。そうですねちょっと出さないっていうわけにはいかんなってなって、ちょっとドカドカっと積ましてもらったらなんとかチームとバランス取ってやってくれたんで、こういったユーザーとのやり取りも結構楽しかったですよ。2年以上アップデートならではな感じがありましたね。その時の空気で受け答えしてる感じがあったんで、楽しかった、というわけで、無料の大型タイトルアップデートとしてはこれ最後になりますけど、先ほども言いました通りにまだまだイベントクエストとか、遊んでいただけますし、かなりのやっぱりアップデート繰り返してきてボリュームになっているので、まだプレイされてないクエストがあったりとか入手してない武器防具があったりとかされる方もいっぱいいると思いますので、ぜひまだまだみんな仲間のハンターと一緒に狩りを楽しんでいただけたらと思います。はい、それではですね、最後はいつものご挨拶でお別れしたいと思います。いただきます。一狩り行こうぜ。